強不足の佳子さまの語彙力。皆さんは秋篠宮家の佳子さまが、語彙力の低さという理由でバッシングを受けたことは知っていますか？本日は、佳子さまの語彙力に関する世間の声や、実際の語彙力がどの程度なのかを見ていきたいと思います。主に佳子さまの語彙力がバッシングを浴びているのは、海外を訪問された時の発言が SNS でネタにされるというパターンです。佳子さまの語彙力がどの程度のものなのかを知りたい人や、それに対するバッシングがどのようなものなのかを知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。ペルー公式訪問での出来事。佳子さまの語彙力がバッシングされるきっかけになった出来事が、このペルー公式訪問です。2023年の11月に、佳子さまはペルーを公式訪問され、この時の現地の様子がマスコミからも取り上げられて話題になりました。11月4日に佳子さまがマチュピチュを訪れた時に、次のようにコメントされたのがきっかけでした。すごく壮大な景色で、写真では拝見したことがあったのですが、この場に立ってみてみると、おーっという感じがすごくします。何か素敵な空気を感じます。このコメントですね。マチュピチュを訪れた時の感想をマスコミに聞かれたので、率直な感想を答えたものだと思われますが、これがバッシングの原因になりました。ニュースでこの場面が映像付きで映されたのですが、そこにこのようなコメント欄の書き込みがありました。視察という名の海外旅行お疲れ様。どれだけの税金が投入されているのか、などといった書き込みです。これを聞くと悪意がある内容に思えますが、このようなコメントが投稿された理由は、やはり佳子さまの語彙力が気になったということなのでしょうね。中にはもっと具体的な書き込みもありました。おーという感じがすごくしますって、28歳の語彙力とは、と書き込まれたものがあったのです。ただ、この発言をされた時の佳子さまは、同行していた記者にマチュピチュの感想を求められて、とっさのコメントだったため頭の中で何を喋ろうか整理する時間がありませんでした。テレビで見ていればその状況も映っていたので、ここを叩かれてしまうのはかわいそうに思えますね。しかし、バッシングだけではありません。この訪問において佳子さまは、首都のリマデロー学校の子供たちの元を訪れていました。そこでペルー語の手話を用いて子供たちと積極的にコミュニケーションをとっていたのです。日本語ではもともと手話をされていた佳子さまですが、ペルーの手話も勉強されていたのは感心します。これに関しては佳子さまの笑顔はこの疲弊した日本に唯一の希望の光ですと喜びの声があったほどです。佳子さまは近年何かと国民のバッシングを浴びることが多くなっています。もちろん、スキャンダルがあったわけではありません。公務の些細なことを疲れてバッシングされているのです。今は SNS の発達によって日常の些細なことでも世界中に発信される時代ですから、常に細かいことでバッシングされる佳子さまはかわいそうに感じますよね。忙しい日程がメディアで報道された時もどうせニコニコ笑っているだけでしょう。公務をするたび警備費も含めていくら税金が消えるなどかなり強い批判が浴びせられています。コロナに感染した時に至っては、コロナ感染でホテルに静養していたことを記事にする必要があるのか？マスクをしないのは非常識だなどの書き込みがありました。佳子さま本人がこういった書き込みを見ているのかどうかはわかりませんが、小さなことでも叩かれてしまう状況であることはわかります。ここまで佳子さまがバッシングを浴びている状況に関して、ヤフーニュースのコメント欄で公式コメンテーターをされている井上智介さんが次のように指摘されていますので、紹介しますね。そもそも政治家や公務員、皇室など公的な活動をする人物に対して、国民が物を唱えるのは正当である、という認識が根本にあります。それは、時に歪んだ正当性を増幅させる危険をはらんでいます。表現の自由が拡大解釈されているとも取れますが、皇室は世間の目に触れやすい上に、国民が納めた税金で生活しているため批判を受けやすいということでしょうね。そこに追い打ちをかけるようにここ数年は新型コロナウイルスや増税、値上げなどによって、国民の財政状況が厳しくなっているため、生活が保障されている皇室へのバッシングが増えているのです。ただ、皇室側も自分から国民に対して思いの丈を述べることが難しい立場なので、バッシングに対して反論することはなかなかできません。皇室は常にバッシングへの不安を感じながら恐る公務をするようになる可能性があります。天皇や皇族はプレッシャーには強いと思われますが、それでも私たちと同じ人間です。バッシングを浴び続ければ、メンタルに大きなダメージを受けることは私たちも知っておく必要があります。佳子さまの姉である小室眞子さんも、結婚騒動で世間から大きなバッシングを受けたことがありました。
その時は複雑性 PTSD、心的外傷後ストレス障害と診断されています。それは、公務にも影響が出かねないほどのダメージを受けていたということです。今の秋篠宮家は様々な問題を抱えている状況ですが、佳子さまは自分のやるべきことに集中して、あまりバッシングを正面から受け止めすぎないようにしてもらいたいですね。ハンガリー訪問での出来事。佳子さまは語彙力に対してのバッシングを受けており、特に外国訪問の際の一場面が切り取られてバッシングされていることが多い印象です。例えば、2019年の9月にオーストリアとハンガリーを訪れた時には、やはり語彙力に関するバッシングが起こりました。2019年の9月に佳子さまがハンガリーのブダペストにある日本人学校を訪れて、子供たちと楽しい時間を過ごされた時のことです。この時佳子さまは小学生から人気が高くて明るい雰囲気だったようです。皇室に関する情報を発信するジャーナリストからも、現地の様子を聞けました。佳子さまが訪問した日本人学校は、小学校1年生から中学校3年生までの日本人児童と生徒約70名が通学しています。佳子さまは子供たちからも大人気で、どんな授業が好きですか？学校は楽しいですか？などと子供たちに声をかけられた後で、皆と笑顔でハイタッチを交わされておりました。佳子さまは日本人学校以外にも大学を訪問して日本語を学んでいる大学生との交流を進めていたのです。非常に楽しい時間を過ごされた佳子さまですが、インターネット上では語彙力に関するバッシングがありました。それは訪れた場所が、日本人学校や日本語を学んでいる学生の多い大学だったことです。日本語が通じる場所ばかりを選んで訪問しているとして、語彙力に対して疑問の声が上がっていました。佳子さまは学習院大学から国際キリスト教大学 ICU に転校されています。在学中にはイギリスのリーズ大学に留学もしているため、英語が得意なはずです。こういった経験があるため、外国訪問で日本語が通じる場所ばかり訪れていることに対して国民から疑問の声が上がるのは仕方ないことでしょうね。大学在学中だけで英語やハンガリー語をマスターすることは難しいでしょうが、初の海外公式訪問では、大学で学んだ語学力を少しは見せるべきだったのではないかという声が多かったのです。日本の国内でネット上のバッシングを浴びただけであればまだいいのですが、この時は現地の人たちからも、ネガティブな意見が出ていました。ある皇室関係者が佳子さまとお話をしたオーストリアとハンガリーの大統領の様子について、次のように証言していたので紹介します。やはり、日本との国交150年を記念して日本の皇族を自国に迎えられたオーストリアとハンガリーの大統領にとって、現地語でのコミュニケーションを取る意思を持たない佳子さまのご様子に関して少なからず失望していたようです。過去には皇后雅子さまが、来日したトランプ大統領や G20 で日本を訪れた各国要人たちに得意の語学力とおもてなしの心で、楽しい時間を提供していました。もちろん佳子さまもそのことを知っているはずですから、オーストリアとハンガリーの訪問に際してはプレッシャーがあって日本語の通じる場所を訪れたのかもしれません。この海外訪問中に佳子さまが現地の言葉を話された場面は2回だけでした。1回目はオーストリアでの挨拶です。ありがとうを意味するダンケシェーンと、もう一つは、ハンガリーで挨拶した時の、ありがとうを意味するクスヌムセイペンです。どちらもありがとうを意味する言葉だったことは好感度が上がりそうなところですが、もう少し現地語を学んできて欲しかったと思われていたのかもしれませんね。先ほどの皇室関係者はどちらの国でも、取ってつけたように挨拶に付け加えられた、現地語での感謝の言葉には、苦笑いせざるを得なかったようです。簡単なご挨拶と、大統領への表敬訪問の後に観光地を回る佳子さまの姿を見て、ハンガリーの政府高官は観光旅行に呼んだわけじゃないのにと不満を漏らしていたそうです。もちろん佳子さま本人は公務としての自覚を持って臨んでいたはずですが、コミュニケーションへの意欲を疑われたのは痛い結果でした。天皇陛下も秋篠宮さまも過去にはイギリスに留学していましたので、佳子さまも欧州では知名度と人気があります。実際にオーストリアとハンガリーの国民からは熱いもてなしを受けていましたが、両国の政府から見ると佳子さまに対して物足りなさを感じていたことがわかりますね。とはいえ、大学を卒業してまだ年数の浅い佳子さまに、何でもかんでも望むのはそれも違いますから、今後に期待したいところです。公務での海外訪問はこれからも続くので、経験を重ねて国家間の友好関係を築けるように期待しましょう。ギリシャ訪問後に下された評価。2024年後6月に佳子さまはギリシャを訪問されました。
昨年ペルーを訪問された時に語彙力をバッシングされたことが記憶に新しい中でのギリシャ訪問なので、世間の注目も高いものでした。佳子さまは、アテネにある世界遺産パルテノン神殿を視察されており、日本とギリシャの国交樹立125周年を記念する式典でスピーチをされたのです。この時の佳子さまの話しぶりを、なんと週刊誌の女性自身が大絶賛していました。女性自身はペルーを訪問した時の佳子さまを強く批判していたのですが、なんとギリシャ訪問に関しては大絶賛したということで、佳子さまにとっては汚名返上を果たしたことになります。全文は長いので、抜粋して紹介します。佳子さまは式典のスピーチで、400年前にギリシャの物語集イソップ物語が日本語に翻訳されていることなど、ギリシャの文化が日本で長きにわたって親しまれていることを紹介していました。そして最後には今回は、限られた期間ではありますが、私も帰国の多くの素晴らしさの一端に触れるとともに、ギリシャに暮らす方々とお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございましたと話された上で、ギリシャ語でありがとうございますを意味するエフハリストポリとスピーチを締めくくられた。この時の佳子さまは国際親善を目的としてギリシャを訪問したことにも強い自覚を持っておられたようですね。明らかにペルーの時とは気合の入り方が違っていました。女性自身にも、佳子さまが今回のギリシャ訪問に入念な準備で臨んでいることが書かれていました。前室の皇室担当記者が、佳子さまの努力について次のように証言しています。佳子さまは、ギリシャの歴史や文化に関する研究者からのレクチャーを5回にわたり受けられ、入念な情報収集や、勉強に取り組まれてきました。また、ご発言が予定されている場面では想定問答集を用意され、日本とギリシャの両国の国民に好印象を広げられるように尽力されていたそうです。さらに、佳子さまは日本を出発する前に在日ギリシャ大使館を訪問して昼食会に出席されていました。この昼食会の主催者であったフルムジアディス次席が、佳子さまのことをギリシャの歴史、文明や文化に関して、的確な質問をされ、完璧な発音で少しギリシャ語を話され、とても驚きましたと佳子さまのことを絶賛していたという、エピソードもあります。佳子さまはペルーの時の二の舞にはなるまいとの思いでギリシャの歴史と文化、言葉を勉強されていたのですね。ギリシャの現地テレビ局スカイ TV は佳子さまのことを、彫刻の彫り方やカリアティード、女性立像の髪型や服装の違いに注目していたと報じていました。こういった疑問は、事前に遺跡のことを調べてきたからこそ出てきたのではないかと見ています。会話のところどころでギリシャ語を交えて会話していた佳子さまは、日本とギリシャのメディア両方から高評価を得ていたのです。ところが、日本の国民からはやはり厳しい評価を受けていました。SNS 上ではかなりきつい言い方をされています。すごく広く感じますね。すごくよく見えますねって。小学生ですか？それ建物の感想じゃん。トルコに行っても同じこと言いそう。知性は感じられません。といった厳しい声があったのです。さすがに揚げ足取りのような感じもしますね。事前に勉強していたギリシャ語や文化への関心が褒められた一方で、日本語表現の幼さが指摘されています。週刊誌でとても褒められていた佳子さまが、国民から批判されている理由として、秋篠宮家に詳しい皇室記者が次のように語っていました。現在佳子さまは、結婚相手を探しているので、宮内庁から佳子さまに関して厳しい批判意見を書かないように、と報道機関に通達がなされているようなのです。これがもし事実だとしたら、佳子さまへの絶賛も宮内庁の印象操作によるものということになり、非常に残念です。もちろん真相ははっきりしませんが、佳子さまがペルーでのバッシングを受けてギリシャ訪問で汚名返上を果たされたことは、素晴らしいことです。そのような地道な努力をもう少し評価してあげてもいいような気がしますね。本日は、残念な日本、勉強不足の佳子さまの語彙力にバッシングを取り上げてきました。今の秋篠宮家は佳子さまへの注目度が高まっていることもあり、大変な状況であることは容易に想像できますよね。大学を卒業して公務をするようになったことと、姉の眞子さんがアメリカに旅立ってしまったことで、公務の負担も大きくなっていることでしょう。そんな中でも弱音を吐かずに、皇族としての役割を果たそうとしている佳子さまが、厳しい声にさらされているのは辛い現実ですね。しかし佳子さまには眞子さまと同じように負けん気の強さがあります。佳子さまにはこの困難を乗り越えて、より成長した姿を見せていただけることを期待しましょう。本日は、最後までご覧いただきありがとうございました。コメント、高評価よろしくお願いします。